劇団維新派と長年コラボレーションされておられて、ジャンジャンオペラという語り物の様式がそこで確立されたっていうことなんですけども、そうだね、あれは僕と松本さんで作った形式なんだけど、演出家の伊沢さん、そうそう、はい、一応リズムに乗せて言葉を発するっていうやり方ね。ラップとはまた全然違う。だからラップとも言えるかもしれないけど、いわゆるラップではないよね。河内音頭みたいなとかの影響とかもあるんですか？いや、でも自分の中には多少あるから知ってるし、それがどっかの形で出ることはもちろんあるよね。ああいう跳ねた感じの、リズムっていうのは面白いっていうの。だから僕はまあリズムトラック作るでしょ。それに対して言葉が乗るんだけど、そのリズムトラックによってその言葉がどう乗るのかっていうのは変わってくるっていうか、かといって歌うわけではないからね。ああ、そうか、いわゆる語りというか、歌うんじゃない、言葉だから。言葉が優先、文章じゃないから。言葉の単語の羅列だから、単語が延々羅列してるわけですよ。文章ではないから。言葉の単語の持ってるイントネーションとかそういうものがメロディーに響くかもしれないけど、やりだした頃は別にそれを発見だとも思ってないし、面白いからやってただけで、それがまあ一つのなんか一緒にやり方みたいなね、フォーマットになっちゃったけど、それはいつでも変えたいよねと2人でずっと言ってたけど、でもやっぱあれ面白いからやっちゃった。もちろん表紙はどんどん複雑になってたけど、もう5拍子と7拍子がほとんど、4拍子はほとんどなかったです。そんなプログレな感じで劇団さん大丈夫だったんですか？一生懸命練習してました。あの人たちはだってもうひたすら練習するから、ひたすら練習するんで、だからこの人たちはもうひたすら練習してくれるから、俺も安心して書ける。なんかね、変拍子っていうものは僕の中ですごい自然なのよ。4拍子よりも自然かも。普通に口ずさんでるものは必ず 5か7なんですよ。日本のそのね、古来のものはね、七五調だから、言葉の数がそれだけで、でも奇数拍子っていうのは日本人には合ってるかも。その言葉のリズムがやっぱりそれに合う、日本語の言葉のリズムってのは、だって5拍子なんか2拍子と3拍子の組み合わせじゃん。確かに。でしょ？7拍子もだって3拍子と3ね、そう。結局3と2がやっぱ基本になってるから、3と2のいろんな組み合わせで変わってくるっていうか。2017年からそのお能の様式を取り入れた岡田敏樹さんとのコラボレーション。戯曲自体がもう能の形式で書かれているっていうお話の内容も全てですけど、能の音楽は一応その時には勉強はしましたけど、でもあれをそのままやってもしょうがないし、でもフォーマットっていうのはやっぱりルールっていうのはあるんでしょ。あれはある程度は引き継いでやってます。なんか今度上演される6月ね。はい。それも向こうでやったやつの次の作品ですね。向こうはでも前やった時はドイツでやってるから、全部キャストもドイツ人でやってるので、ドイツ語でやったし、今回は日本人キャストでちゃんと日本語でやるっていう。そのお能の音楽っていうものを接してみて何かご感想とかありましたか？でももうだって感覚としては知ってるわけじゃん。ガキの頃から聞いてるし、ね、これのだなっていうのをすぐ聞いてわかるし、ね、わかるじゃん。そういう意味ではもちろん日本人だから無意識のうちに体の中に入っているものも当然あると思うんだけど、あれを形式としてどこまで僕は理解しているかっていうとそんなに理解は当然できてないとは思うけど、それこそヨーロッパの、昔の前衛音楽の作曲家の方とか世の中にこんな不思議な音楽があるのか、リズムしかないじゃんみたいな、あれですごいびっくりしたみたいなことは。太鼓と笛しかないからね。これもねメロディーはあるようでじゃない。そうあるようでね。あれはなんか前衛音楽家はすごい反応したみたいなんですけど、気持ちよさっていうのはやっぱり分かるし、テンポ感とかね。そういう様式を使ってドイツの方がその演じるっていうことで何かこうマジックみたいなものはありますか？向こうでやった時、あの人たちは全く分かんない。そうですよね。全く分からないけど、そうです。かといっていわゆる日本の能を聞いてこういう感じの発声でとかそういうことは一切やらない。それは違うなと思ってる。
ただ変化っていうのはやっぱり別にメロディーがこんなになってるわけじゃないじゃん。すごくね、メロディーってあるのかないのか分かんないようなもう一本上司な感じなんだけど、すごい細かい変化でこう表現するっていうのがあるから、そういうところは大事にしたいなと思ってる。ああ、なるほど。はいはい。型があるんだけど、その型の中で微妙に変わってくると、ちょっと変わると、そう、ちょっと変わることのその大きな意味っていうのはね、それを大事にちゃんとできてればいいなと思う。そういうことは気を使ったけど。コラボレーションでおのおの音楽持ってきて、ドイツの人が演劇やるのとそのままコラボしましたなんていうのはね、なんか違いますよね。面白くないですね。ただの異種格闘技になっちゃう。異種格闘技って一番嫌いな。結局何にも歩み寄ってないような気がするわけ。お互い勝手なことやってるだけでしょって言って言っちゃうから、面白いんだけどね、面白いんだけど、でもそれってなんかその先がないな。一緒にもの作ってるっていう感覚じゃないなと。そうですね、化学反応起きませんもんね。化学反応やっぱ起こしたいでしょ。化学反応を起こした方が面白いなと思うから、お互いにこう刺激されてこう変わっていけるような、変わるってこと、変わるってことはやっぱりね、大事なことかなと思う。変わらないようにしてる人の方が多いけど、変わったら負けみたいに思ってる人もいるかもしれないけど、いや変わろうよと思う。だって人によって自分の表現が変わるなんて素晴らしいことだと思う。そこら辺はなかなかやっぱり自我があると変わりたくないってなっちゃう。だからその自我ってそれはエゴですよね。だからそれエゴを捨てようよっていう話。エゴってね、一番いらないものだと思う。いや、極めて日本的な感じはエゴはいらない。エゴはいらないと僕は思う。でもそれエゴっていらないって僕は最近思えるようになったけど。いうか自分を出すとかよくでしょ。自分を出して自分の表現とか、それイコール自分を守るんじゃなくてっていうことです。だからそれがエゴにつながっちゃってる場合がやっぱりケースが多いっていうか、自分の表現するイコール人に合わせない自分を貫くみたいなことがやっぱり美しいと思われてるかもしれないけど、俺はなんかもうそれにはもう興味なくなったな。自分が変われるんでいくらでも変わりましょうとかと、変えてくれるんだったら変わりますみたいな。でも若い頃はでもやっぱり自分を表現っていうのはそう、それはね、自分がないから自分を守ろうとするわけで、もういいやと。そういうことでこう自分を守っても多分楽しくないだろうなと思って。変わることは別に恐れることではない。演劇の音楽の場合、あらかじめやっぱり作ってるわけですね、作曲して。で、その作ったものの上で毎日違う即興をされたりっていうことをされてるんですけども、なかなか普通の演劇ではそれはありえないというか、普通役者さんは同じ音が乗ってないとやりにくいから毎日同じことやってる。それはよく言われた。やっぱり。まあでも石屋の場合も俺が作ってるから、もうみんなはもう分かってるし、どうせ本番になったらいろんなところで変な音出てくるからみんな迷わされないようにしなきゃいけないってこと。あいつらそうやって頑張って必死で頑張ってたけど、そうなんだ。俺の音聞いてたら間違うよみたいなことはみんな言ってたけど、でも例えばそうじゃなくて他の全然違う現場で頼まれて音楽作ったりねした時、例えばいわゆる商業演劇とかさ、亞門さんとかのやつとかいろいろやったんだけど、その時にはもう普通の役者さんじゃんねで、この音きっかけで僕はここ入るとかみんな決めるわけですよ。まずきっかけでそこで俺が勝手に変な音ペロンとか言ってて生で出してたら分かんなくなるからやめてくださいとかって言われたことはあるよ。やっぱりそう。言われたことはある。でもやっぱり変な音出しちゃったりして、まあそこそこはもうやりにくいって言うんだったらできないって言うんだったらもうそれは尊重するしか俺はないから、もうね、でもやるけどでもそれは別に邪魔するためにやるんじゃなくて、確かに、作曲と即興をつなげるっていう活動をすごいされてるということとかで。即興は同じことです。本当。そう、インスタントコンポジションですね。その場で作曲して、その場で音出してるっていうの、だから別につなげる必要もなくもうつながってるってことなんですね、作曲と即興は。そこに僕は線は引いてない。なるほどなるほどなるほ
だって現代音楽の作曲家の人がええフリーフォームと実験音楽を聴いてね、それを作曲だって思う人もいるわけですよ。これ作曲したものか即興なのか聞き分けてって言ったら分かんなかったりするってなりますよね。当然だからそれが分かる必要もないんだよ。だからどっちでもいいからだから作曲であろうが即興であろうがどっちでもいいの。だからお客さん例えばねライブでやる時でも、ねもちろん即興でやったとしても、即興やりますって言う必要ないの。ああそっか。だからその即興やりますっていうことの弊害っていうのはやっぱあると思うね。それはもうすでに音楽を聴くものをニュートラルに聴けないってことでしょ。だから聴く人にとっては別にその音楽がいい気持ちよかったかよかったかつまんなかったかでしかないわけで、それがその理由が即興か作曲家なんかどうでもいいわけですよ。なるほどね。だからそれはもうどうでもいいから、だから即興って言わない方がいいっていうのはそういうことで。そうか難しい。で即興やりますなんていうのはなんか偉そうだっていうか、なんて即興やるなんでそう言う必要がある。偉そうか。そうなのか。即興でこれが即興ですよっていうのは偉そうですよ。そうなんか別にどうでもいいじゃん。だって即興であろうが即興じゃなくてもただの音楽だからさ。なるほどね。終わった後に聞かれることあるよね。今の即興なんですか、なんか決めてたんですか。そうか確かにね。そういうことは聞かれることあるけど、いや即興でやると全部ですか、何%ですかとかそういう興味があるのは分かるけど、別にどうでもいいやね。でその即興音楽っていうことで、例えば一人でやる場合は、例えば自分の中から何が出てくるかっていうことに対する恐怖と戦いです。恐怖ですよやっぱり。だって何も出てこなかったらどうしようと思う。すごい。いつも緊張するよだから。だって何やるか決めてないんだもん。何やるか決めてないってことはその場で出てくるものを音にするわけでしょ。その時に自分から何も出てこなかったらもうそれは恐怖ですよ。そんなことがあり得るんですか。今までなかった。俺今まではなかったからまた続けてるの。もしそれが起こったら多分やめてるかも。だって何も出てこないのに音なんか出してもしょうがないじゃん。でしょ。でも何もないのに音出す人がいるからまずいわけですよ。とりあえず何か音出してもうそれが一番立ち悪いから、そういう時はだから僕はワークショップやって言うけど怒る。それはダメ。自分が出したいと思ってない音を出しても意味がないし、それは無責任だし、そんなことを人に聞かして何になるって。めちゃくちゃでもいいの。めちゃくちゃでもその人がそれを本当にやりたいからやってるんだったら、俺は認めるけど、でたらめであろうがね、それは認めるけど、自分にそれを出したいという欲求というか衝動がないのに音を出すなんていうのはもう言語道なんだと思って、それだけは絶対やっちゃいけないことでご法度だからね。なるほど。分かんないのになんかとりあえず出しちゃうってことですね。分かんないのね。それは難しい。分かんないのに出すっていうことはあるよ。でも自分から何もないのに出すっていうのは絶対ダメ。例えばね、誰か相手とやる場合、相手からすごいネルが来た。もうこれに対して自分はどう答えていいか分からない。ただがむしゃらにやりました。自分でも何がいいのか分からずやりました。もうそれはありだと思う。何かを返そうという意思がそこにあるからね。それが正しいかどうか、それが正しい返し方かどうか分かんないよ。でも相手から来るものに対して自分がそれに対して何か答えるために何かをしたいという衝動がそこにあるから、でも何やっていいか分かんないからがむしゃらになるわけでしょ。それは別に正しい行為だと思うし、若い頃みんなそれは経験してるはず。やりたいことがないんだったらやらなくていいって俺はいつも言ってる。何もないのに音を出すほど失礼なことはないって。侮辱していることと同じことになるから。それやっぱり意図っていう意思というか意そうがあれはこう衝動とか。衝動の方が近いかもしれない。衝動が近い。なるほど。これやってるからやめらんないんだよ
よね。即興ってその瞬間っていうのはどういう瞬間なんですか？自分の中から自分が思いもよらなかったものができた時。あ、すごいわかる。こんな自分がこんなことしたとか、今まで自分はこんなことしたことなかったとか、自分の中から自分が今まで知らなかった自分の表現が出てきたっていう、それがもう一番楽しい瞬間。偶然出ちゃったみたいな。しかも偶然っていうか、まあなるようにしてなるんで、なるようにして出るようになるようにしてなるんだけど、あ、それはもちろん偶然っていう言葉もあるけどね、偶然的に出ることもあるよ、あるけど、でも偶然っていうことは基本は僕はないと思う。必然だと。必然でこう積み上げてきた中で、ここ来ただから生まれたって。はその前までは全然つまんなかったかもしれないけど、それがそこで出たことによってこれは全部意味があるわけ。あ、なるほどね。それが一番喜び、もうこう上がる時だよね。上がる。自分自身を発見するってことで。だからまだまだ自分の中には自分が知らない何かがいっぱいあるっていうか。ワクワクですね、それは。そういう感覚がやっぱり持ち続けられたら続けられる。もう何にもやることないと思ったらもうやめる。なるほどね。まあそういうこともないでしょうけど。わかんないよ、それは。いつそうなるかわかんない。即興演奏家で最もびっくりした相手とか、あるいは影響を受けちゃったっていう相手の相手がいらっしゃいますか？どうだろうな。好き嫌いとかそういう問題じゃない。で、僕はなんか即興ってなんだろうって即興っていうことについて考えてた時に答えを教えてくれたのがデレク。デレクだった。だけど別に僕彼の音楽を彼に傾倒してるわけでも何でもないんだけど、彼と一緒にやった時に思ったのは、自由にやればいいんだ、自由に表現すればいいんだっていう意味を体で分かった。それは何かというと、人と一緒に演奏する時に大概みんな相手に何かを求めてる。こうやったらこう来るでしょう的な。なんでこうやったのにこうならないとか、結局相手に何かを、自分が何かをしたことに対して、それに対して相手にこう返してほしいとか、こういうふうに反応してほしいとか、そういう的なものをなんかね、どっか持ってることが多いわけ。でもそうやってやっぱり違うと思ってたわけだけど、でもそれを体感したのがデレックとやった時彼は全くせずって感じで黙々と弾くんだけど、それって人の音こいつ聞いてないじゃないのっていう疑惑が僕は一緒にやる前はあった。この人誰とやっても一緒だみたいなっていうふうに実は思ってたところがあったんだけど、一緒にやった時にこの人聞いてるって思ってるぐらい分かったわけ。聞いてるくせに好き勝手弾いてると思ったわけ、自分がね。だからそれは結構僕はすごい発見だと思ったわけ。それは感覚で分かったんですか？分かった。一緒にやってる分かった。一緒に分かった。あ、これかと思って、それでなるほどってもう合点がいったっていうか、でもだから結局人と一緒にやるっていうことの時に一番大事なことは何かっていうことは、相手を受け入れるってことなのね。相手を受け入れるってこと。相手が何をやろうが全部イエスなの。ノーじゃないの、イエスなの。なんか究極の愛みたいですね。いやだからちゃんと信頼できる相手としかできないっていうことだよ。相手がそうじゃない人だったらもうできないわけ、成立しないから。でもそういうタイプの純即興とかっていう、そういうの言うんだけど、純粋に即興の精神っていうか、そういう人ってやっぱ少ない、実は。めったにいないっていうか。あの人聞いてるんだっていうことは、あれって傍から聞いてる分には分かりにくいわ。
たら聞いてる方はなかなか見分けは、聞き分けはきにくいと思うね。あれを分かる人はすごい相当な相当なレベルの高い人だと思うんだけど、解読できる人っていうのは。でも俺一緒にやった時に聞いてるっていう、自分の音を他の人が聞いてるっていうのはやっぱりすごく分かったから、反応してるってことが分かったわけ。自分の音に対して自分の音が彼に何がしかを与えているっていうことが実感できたわけ。全然聞いてないようにも聞こえるわけなんですよ。だから分かりやすい反応の仕方じゃないから。その分かりにくさ、分かるでしょ。もう絵に描いたようなこう来たらこう来るみたいなそういう反応じゃないわけじゃん。だから聞いてるのか聞いてないのか分かんないと思ってたわけ。でも一緒にやった時にそれが分かったから、聞いてるっていうことははっきり分かったから、感覚でその感じ合えたっていうことなんです。向こうももちろんそれは分かってる。それは分かんない、聞いてないから。聞かなきゃ。俺は聞いてないから分かんないけど、でも僕はそう思ったから、それは俺は僕にとってはすごく大きな発見だったなと思った。すごい。だからそれってすごく大きな愛だと思うし、もう相手をもう無条件に受け入れるってことです。だから僕あの人の音楽を好き嫌いとかそういう話をしてないよ。全くそうじゃなくて、あり方ですよね。はっきり言って別に特に好きじゃないんだけど、好きじゃないんだけど、でもそういう意味ではすごいなと思ったんですよ。いい即興、良くない即興っていうものはあるんでしょうか、世の中に。もちろんあると思う。ちゃんと自分の中から音が出てるってことね。嘘がないってことです。嘘がない。なるほど。即興っていうのはまず自由演奏でしょ。ということは決め事がないわけです。ってことは何やってもいいってことです。何やってもいいってことはすごく自由なようですごく大変なことですよ。何やってもいい。ってことは何もやりたいことがなかったらやらなくていいわけです。でしょ。で常にその自分からほとばしる、自分から何か表現したいという欲求と衝動が常に溢れ出てないと成立しないよね。そうか。それって普段の生活とか何か関わってきたりするものなんだろうね。わかんない、あるかもしれない。ないとは言えないと思うけど、あると思う。あるかどうかっていうのも別に僕は断言できないけども、根拠はあると思う。エレクさんもね、生活の中から音が出てっていうのをすごい好んでらしたなんかとか書いてあったんですけど、あの人のギターってもう息してるのとあんま変わんない感じがする。息してるような楽器を演奏するっていうことへの愛着みたいなのとか